本当はドロリース隊長のことをあなたには伝えたくなかったんだけど。覚悟はできてたよ。彼女はあなたを助けられなかったことをずっと悔やんでいたわ。そしてそのまま支援で訪れた九州で命を落としてしまった。チャリサーとフルルもドロリース隊長みたいになるんじゃないかって心配なのよ。分かってる。私だってみんなが戻ってくると信じたいわ。20年前と同じようにまたみんなで肩を並べて戦えるって。だから私もあなたが20年前から来たんだって信じてみたい。もしそうならあなたを元の時代に戻すことによってこの残酷な今を変えられるかもしれないから。いいえ、あなたにとっては未来だったわね。だけど君は失敗することを恐れてもいる。誰かが言っていたわ。希望は美しいものだって。だからこそ時に希望は命に関わる誘惑にもなる。人を狂気に駆り立て根拠のない奇跡のためにあらゆる犠牲を払うことになる。今度もまた失敗に終わってしまったら私は全てを失うことになるでしょうね。でもドロリース隊長がここにいれば彼女はあなたを信じたと思う。ナビゲーターさんならきっと世界を救えるはずです。彼女ならそう言うでしょうね。それは。ドロリース隊長から聞いたの。あなたからもらったものだって。彼女は肌身離さず持っていたこれを犠牲になる直前に私に預けたのよ。いいえ、アンジェリカ隊長の石は継承を。あなたがドロリース隊長に送った石には約束と信頼という意味が込められているの。当時はそこまで考えてたわけじゃないよ。あなたは本当に不思議な人ね。どうして？そんな風に私たちと冷静に話ができるだけでも十分不思議だわ。鈍感なだけかもしれないよ。鈍感ね。男女間の付き合いについてなら確かにそうかも。ナビゲーター、ドロリース隊長はあなたを信じていた。チャリサーとフルルもあなたを信じてる。私もあなたを信じてる。だから今回は失敗しないでね。
ナビゲーター、もう寝たの？チャリサーか？ここは俺の部屋だぞ。部屋を間違えたわけじゃないわよ。何か大事な話でもあるのか？いいえ。この20年で起こったことについて話したいことがあるとか？全然。だったらとぼけないで。私はもう子供じゃないのよ。だからそういう意味じゃないってば。私はあんたのことが好きだったの。20年前からずっと好きだった。あんたが死んだ後も今でもずっとあんたが好き。言ってることわかる？なのに好きって気持ちを伝える前に死んじゃうんだから。ごめん。正直言うと明日の計画には賛成したくなかった。この20年間毎日のようにあんたが戻ってきてくれることを祈ってたから、言えなかったことを全部伝えられたらって。そうしたらあんたが本当に戻ってきたのよ。なのにまたあんたが死んでしまったらどうしたらいいの？やっと再会できたのに、また失敗してしまったらまた最初からやり直しってことでしょ。仮に過去に戻れたとしても全てが変わる保証はないでしょ。あんたにわかる？腹板がタイムパラドックスについて話している時、私が何を考えていたか。あんたが20年前に戻って20年前の時点で死ねばタイムパラドックスは起こらないのよ。そんなことになるぐらいなら私たちとここに残って一緒にこの時代でやり直した方がいいでしょ。それは。それじゃダメなのはもちろん分かってるわ。だってフェアじゃないもの。ナビゲーターとの再会を望んでるのは私だけじゃない。みんな会いたいんだから。それにフランカーやユリウスにも会いたい。だから私もあんたと一緒に行くわ。でも少なくとも行く前に私の気持ち、この20年分の気持ちを全部あんたに伝えておきたい。私はもう子供じゃないんだから。フェアなやり方じゃないのは分かってるけど、でも今回だけはやりたいようにさせてもらうわ。ナビゲーターがどう思おうと私はやめないから。泥棒猫。一人でナビゲーターの部屋に行く以上、よからぬ企みがあるとは思ってたけど、尻尾を出したわね、この泥棒猫。泥棒猫ですって？私とナビゲーターは20年来の仲なのよ。泥棒猫なのはあんたの方でしょうが。あんたと彼の付き合いなんて私の知ったことじゃないわよ。私が彼を拾ったの。
私の仲間1号なんだから、私の許可なしにイチャイチャするなって言ってんの。俺がその辺に落ちてたみたいな言い方するなよ。そうなの？ナビゲーター、あんた出会ったばかりの子とそういう関係になってたわけ？それともこんなガキの方が好みだっていうの？そんなことあるわけないだろ。なんで俺に非があるみたいな話になるんだ？体は若くてもやっぱり気持ちの方は老けてるのね。それじゃあ若作りが台無しよ。おい、必要以上に挑発する癖やめろって言ってるだろ。表出なさいよ。大人と話をする時の口の利き方を叩き込んであげるわ。悪いわね。私が尊敬してる大人はママだけだから。揉め事？面白くなりそうじゃん。でも本当に面白いところが見られないのは残念ね。お前ら二人はまたどこから湧いて出てきたんだ？フルル、チャリサーお姉ちゃんの匂いとナビゲーターの匂いが混ざってるの嗅ぎつけたにゃ。私はずっとここにいたわよ。お前ら本物の変質者だな。どうする？続ける？チャリサ？もう雰囲気が台無しよ。どうやって続けろってのよ。めでたいわね。泥棒猫の計画破綻ね。じゃあパーティーしようか。ナビゲーターとの再会を祝うにゃ。勘弁してくれ。こっちは1週間ろくに寝れてないんだぞ。じゃあ一緒に寝よっか。これでチャリサーとスペスは争わなくていいわね。私は別に反対しないけど。さすが泥棒猫。でもその前にこいつと決闘よ。かかってきな。粉々に叩きのめしてあげるわ。いい加減にしろ。ここは俺の部屋だぞ。そもそも何時だと思ってるんだ。チャリサ、スペス、自分の部屋に戻るんだ。怒鳴ることないでしょ。私がどれだけ勇気を振り絞って打ち明けたと思ってるのよ。明日で世界の存亡が決まってしまうかもしれないんだぞ。もう少し真面目にやれないのか？よし、これで邪魔なチャリサーお姉ちゃんもスペスも出ていくわけだし。私たちがナビゲーターを奪い合う番ってことね。お前らも出ていけ！